こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。ということで前回、ゲッターを仲間にしました。急な新ゲッタードラゴンの登場はさすがにビビる。ぶっちゃけ30周年作品だし、新ゲッターかゲッター1を使わせて欲しかった。ということでついに EOS アップデートで人材運用研究の第3段階が開放。特に何かが変わるわけではないですが、強化パーツがもらえます。もらえるのはマニュアル EXP。効果は経験値2倍。ぶっ壊れなレベル上げのお供です。というかこれがないとスーパーエキスパートプラスのレベル上げは正直結構きつい。いつまで経っても直感を覚えられずに戦力落ちするキャラが多発します。とりあえずラーカイラムに装備して、さっさとブライト艦長に必中を覚えてもらいたいところ。そろそろサポーターなしでも攻撃当てたいです。これいくら世界中が混乱してるからってスルーされちゃいけないものだと思うんですが、異世界に通じてる穴とかどうあがいても放置はできないでしょうに。どんな RPG でもこんなの放置しないでしょう。しかも説明がつかない魔法を使う技術体系。ラギアスとかバイストンウェルに繋がる穴が常に開いてるようなもん。そしてこっちからは突っ込めないらしいです。完全に受け身の展開のみ。それでいて出てくる軍勢が攻撃してくるんだからたまったもんじゃない。玉木はイケメン方面でブレないですが、駿河って女性周りかと思ったら技術オタクするときあるよね。ゴールド4に搭載される武器全部説明し始めたり、新型アッシュが届くとき宇宙空間で待ってるようなやつですから。ということでいきなり出撃です。出撃可能機体は10機。これまでと変わらずです。今回のステージは敵の都合上、格闘武装を使ってくる敵がそれなりにいるのでアサギはお留守番。直感が使えるか、HP が多めか、射程外から殴りたい。綺麗に海に穴が開いてます。こんなあからさまな空間あるのになぜ調査があまりされずに放置気味なのか謎である。出てきて10日だけして帰っていく。素晴らしいほどに輸送のみが目的。そして出てきたのは鎧の騎士、泥人形、巨大な狼。ファイナルファンタジーかドラゴンクエストあたりとゲーム間違えたかな？まあ普通喋る狼とかいませんよね。ちょっとキュッティさん連れてくるわ。ということでシナリオスタート。敵は異世界軍。内訳はザガート軍とジャロウデク軍の両方です。鎧騎士、泥人形、狼となんか一作品の登場機体のように見えますが、
これ2作品混ざってるのよね。なので機体の特性などが色々違います。とりあえずこのティラン島。こいつらはシルエットナイトと呼ばれる兵器で、魔法で動きます。細かいことはまた今度この作品のメインキャラが出る時にでも話します。ひとまずこいつらの大きな特徴は、デフォでエネルギー回復持ち。エネルギーが 50% 以上ある場合、射撃武装のダメージを 0.7 倍にします。この効果をこの作品の登場機体がデフォで前期持ってる感じ。特殊能力モビルスーツって書かれてるようなもんなんですけど、とにかくこの効果が強い。射撃武装はバリア貫通とかアローが有無を言わさず 0.7 倍なので、格闘武装で攻撃しないと思うようにダメージが入りません。シャローデクのハント拡大のためにそこだ。強い。あいつ本当に強い。ということで今の、魔法です。撃ってる時と当たった時のエフェクトが独特ですよね。さりげなく文字になってる。杖から出す魔法をシルエットナイトでも撃てるようにしようとか言い出した奴がいたので、背中に手を増やして背面武装ができました。可動域が悪いなら手を増やせばいいじゃない。どうやらこの3人が異世界に飛ぶ前の世界はここの様子。いろんな世界がぐちゃぐちゃに混ざっているので、割とわかりにくくなってます。ということで一緒に戦ってくれます。敵の敵は味方理論。まあ一応こっち連邦軍ですし。そんなわけで味方増援。マジックナイトの3人です。私たちはマジックナイトですで通じるやつこの世界にはいないと思うぞ。ということでレイアースです。個人的にこれスパロボ出られるんかって思ったシリーズ。初参戦はスパロボ T なので、実は2作品連続参戦なんですよねレイアース。ちなみにレイアースがどういう作品かというと、異世界転移した女子中学生が、剣と魔法で戦う王道ファンタジー。かと思ったらなんかロボットが出てくるわ、世界やばいわ、他国と戦うわ、自分の闇と戦うわ。なんか色々大変なアニメです。なお少女漫画雑誌連載。スパロボ、しかも据え置き機としてはなかなかに類を見ない参戦作品よね改めて考えても。あととにかくオープニングが綺麗すぎるから一回見てほしい。ということでど真ん中に登場したマシン3機。マシンといえど突っ込ませるとどうなるか。もちろんスーパーエキスパートプラスなので、余裕で返り討ちに遭います。ということでひとまずは合流する流れ。短期戦闘はさすがに無理。場所が場所なので、敵を倒して移動する感じで。ヒカルは最初から必中を持っててくれるので、本当に助かる。どっかの海ちゃんとは大違い。よーし、やってみる。今の私ならできることがある。ダメだ、俺のディラントが。ということでレイアース、セレス、ウィンダムの機体性能について簡単に触れると、レイアースは攻撃力が高く、射程もほどほどにあり、シールドがあるのでなかなか硬い。わかりやすい主人公機って感じの攻撃メインの機体です。後々マジックナイトの効果で追加コマンドがつきます。そしてウィンダム。非常にわかりやすいサポート寄りの機体。デフォルトで魔法のコマンドがついており、HP 回復、走行アップ、敵能力値ダウンなど、独特な補助ができるほか、喉から手が出るほど欲しかった修理装置を持っています。これでついに戦艦にしまう以外の HP 回復方法が入手できました。そしてセレス。
射程がちょっと長めで、パイロットの海ちゃんが援護攻撃を持っています。なのでまあ見てわかるくらい援護役って感じの構成。あとは移動力が高いです。なお1機だけ魔法の追加コマンドが存在しないなど、同使用感が強い。ちなみにマシンは全機全適性が A なので、会心セレスだからって水中戦特化とかそういうわけではない。なんならせめて海適性 S とかであって欲しかったですけどね。なおこの3機は共通して HP 回復、エネルギー回復賞がついてます。勝手に HP が回復するのは特殊例を除いてありがたいです。一応分類するとスーパー系に分類されるであろう機体性能なので、基本的には耐える機体。まあもともと難易度的に避けれないんですけど。あれがセフィーロの伝説にあるマシンか。逃がしはしない。海さんは頑張りすぎです。向こうも必死ならばこちらも同じです。魔法と剣での戦いなら絶対に負けられない。勝負は一瞬。そこ続けていくわ避よ。けられなかったか。なんか 28% 当てたわ。援護防御あるからノリで反撃しただけだったんだけどな。そしてこちらはケルヒルト。ネームドのシルエットナイトです。個人的にこの人の機体はベイロキノスが一番好きなんですが、アニメに出てないからまあ仕方ない。小娘に残酷な現実を教えてやろうかね。一気に蹴散らすよ。邪魔くさいんだよ。こういう時こそ冷静になるんだ。ジャローデクの好きにはさせないぞ。炎のへえ、やるじゃないか。ということで縛り的にこの3機を単純評価すると、安定して効果力が出せるレイアース。足りなかった修理、サポート役のウィンダム。当たらない援護攻撃のセレス。セレスだけどうしてもあれなことになるんですよね。いや弱いわけじゃないんですけども。まあわかりやすい大問題がありまして。ヒカルは初期精神コマンドに必中を持ってて、なおかつ底力レベルが5。最悪底力を発動させて耐えたり、命中率を盛ることで当てれたりします。そしてそんな中海ちゃん。初期精神コマンド、加速。早く戦線ついても何にもできなかったら意味ないんだよな。そして使いにくさに拍車をかけるのが、底力レベルが3しかないという実情。持ってレベル5じゃさすがに無理がある。ちなみに一応マジックナイトの効果で命中率、よだめを上げ、火ダメを下げれます。底力の代用としてはさすがに足りませんけどね。などなど色々な要素が噛み合い、これどうすんの感が強いのがセレスと海ちゃん。レイアース、ウィンダムが便利な分、使ってあげたいところではありますが、果たして海ちゃんの未来はいかに。ちなみに今のところ全然使える目処立ってないです。どうしよう。ということでまずは手前にいるジャローデク兵との戦闘を行っています。ディラン島などのシルエットナイトはガチガチのリアル系。機体サイズも 1S と非常に小さく設定されているため、モビルスーツ以上に避けてきます。パイロットの特殊技能にあるナイトランナーの効果で、命中回避クリティカル率も上がるので、なおさら避ける。それでいて射撃武装はダメージカットをしてくるので、非常にめんどくさい敵です。しかもエースボーナスで走行が上がっているので、普通に硬いです。スーパーエキスパートプラスだと、リアル系もスーパー系も結局等しくどっちも硬い。主に違うのは単発の火力と回避率ですかねやっぱり。直感を使えない面々も頑張って攻撃していますが、まあ雑に命中率低いですね。ただしこいつらの弱点はわかりやすいです。底力がない。
このゲームが底力ゲームだということを忘れたのかな？これは大きな弱点。モビルスーツパイロットは底力を持ってたりするので、その辺が差別点になってそうです。ということでティラン島と戦闘をしていますが、奥からはゴーレムが近づいてきています。正直海があるのでどこにいるのかよく見えない。崖の裏から攻撃するのやめてくれ。しかもなんか知らんけどこの海、入水している機体が全然見えない。普通の海なら見えるんだけどな。なんでだろ。ブルーホールの謎の力働いてます。ヒカルさんは間合いを測ってください。あの魔物、これほどまでの力だなんて。魔物を放っておいたら世界がめちゃくちゃにされる。赤い稲妻。このゲームのレイアースはとにかくこの赤い稲妻が強い。攻威力、使いやすい射程、エネルギー回復込みで低燃費で連発可能。正直敵ターンにある程度狙われて、反撃でこれを連発してる時のレイアースマジで強いです。ちなみにレイアースですが、こう見えて機体サイズは M。まあもともと生身で戦闘することが多い作品ですし、サイズ感はこんなもんだろって感じ。なお敵の雑魚として出ているゴーレムや、ボス機体としているイノーバ。あの狼ね。本来はマジックナイトが生身で戦った相手なので、人間サイズです。一応部屋の扉ぐらいは大きさがあったので、あってに、3メートルぐらいだと思う。なおこのゲームのゴーレムとイノーバは機体サイズ M です。モビルスーツとかと同じサイズ。ざっくり18メートルから30メートルはある想定。マシンと対等に戦うため、頑張って巨大化しました。いやスパロボって人間サイズの機体よくいるんだし、別にこいつら巨大化しなくてよかったんじゃ？なんならシルエットナイトよりサイズ大きくなってる不思議です。ということで話がだいぶそれましたがゴーレム。エースボーナスで火ダメを 0.9 倍。さらに底力持ち。さらにガード持ち。とにかくダメージを軽減するものが多くあり、めんどくさい敵ですが、武装が格闘しかなく、射程が3まで。なので射程外から攻撃するのが容易です。わざわざ近づく必要もないので、射程外から攻撃して、反撃されないようにして落としましょう。デモンゴーレムみたいに岩つぶてとかおたけびとかなくてよかった。なおもちろん格闘は格闘属性なので、アッシュが突っ込むと容易にやられます。ティラン島も射撃格闘が両方ある機体なので、今回は今までみたいに防御シールド最高っていうのは無理。普通にメイスで殴られて大変なことが起こります。ということでなんとかマジックナイトと合流。固まって敵と戦っていきます。ティラン島があと何体いるのか視認しづらい。奥から来たやつの次にケルヒルトが行動したので、多分ケルヒルト含めて2機。ゴーレムはまあいいとしても、シルエットナイトは早めに仕留めておきたい。ステップを間違えた。あなたが先に手を出したんだから。水ださすがに海の中ではゴーレムの地形適性が悪いので、ある程度戦えそう。いやゴーレム川の水で溶けたんだから水の中に入ってくるなよ。ゴーレムの海適性は B なんですが、C か D でいいと思うんだ。ということでゴリゴリに接近されました。
それでも射程3までしかないから射程外から攻撃することは簡単です。なんなら近くに来てもらった方が楽かもしれない。さてちょっとみんな HP がゴリゴリに減ってきてしまっているので、ここで使うのがふーちゃんの魔法。癒しの風は使用すると、時期の周囲にマスにいる機体の HP を3000回復します。精神コマンドを使わずに範囲回復することが唯一許された方法。この癒しの風含め、ふーちゃんは魔法が3種類使用できます。ただしもちろん制限はあります。使用回数は各魔法1ステージ1回までです。なのでどこで使うかはしっかり考える必要がありますね。特に HP 回復は。ちなみに癒しの風は説明文にも書いてある通り、時期は回復しません。まあ最近のスパロボは修理装置を自分に使うことができるので、それで回復していきましょう。なお修理をしてもスーパーエキスパートプラスでは経験値が入らないので、一生レベルが上がりません。ふーちゃんは初期精神コマンドが信頼なので、使用不可。頑張って戦闘をしてレベルを上げないと、本当に修理専門機体になると思う。幸いウィンダムはそこにいるパープル2と違い、攻撃力がある程度あるので、戦闘をすることは可能。サポーターで必中を使わないと倒せないって意味では、セレスを上げるのと大差ない。他の人にひらめきを使用する先見なんかを覚えたりするので、レベルを上げておくのはありかもしれない。ということでなんだかんだで気がついたら残りのシルエットナイトはケルヒルトのみ。さすがにボス級の HP をしているので、一旦無視。周りのゴーレムを片付けてから相手をしましょう。ゴーレムは射程が短いので、ナラティブのインコムでも射程外から攻撃ができる。一応ドーベルマンフォーメーションを打てば撃墜できるらしいけど、ランディ先輩の撃墜数を上げてもあんまり美味しくないのでここは援護なし。俺の目的のために最後のこれだ。インコム行け。そこだ。ということでひとまず対ゴーレム戦を進めていきます。一番奥からイノーバが動き始めてたので、割と早めに片付けてしまいたい。できればイノーバが到着する前に、ケルヒルトも落とし切りたい気持ち。でもなんでイノーバは陸図体じゃなくて海を渡ってこようとしてるんだろうか。こっち的には移動距離が伸びてラッキーです。ところでこのステージ、実はボス機体が2体登場する初めてのステージでもある。これまではいても1機だったので、精神ポイント全継ぎみたいな戦い方をしてましたが、2体いるとある程度火力が出せるやつは残しておきたいところ。そのためには道中の雑魚戦でどれだけ温存できるか、みたいな話にもなってきますが、まあきついですねはい。ボス戦で使うのがまず無理なのが分かってる集中組のような、うっそうどれだけ活用させられるか。割とこれが大きいところではあるか。あとはこの龍馬みたいに、底力をある程度発動させて命中率を盛れるかみたいなところ。そういえば龍馬さんですが、インターミッションでパイロット養成をしました。結果として底力レベルが最大値の9になり、さらに闘争心が EX になって開始から気力120。そして火力要因にはやはり欠かせない効果のアタッカーをつけてます。アタッカーですが、気力130以上で発動し、攻撃力を 1.2 倍します。冷静に意味わからんぐらい強い技能ですよねこれ。ちなみに今作のアタッカーはレベル1、EX とあり、EX にすると 1.3 倍になります。ここまで来ると気軽に常時発動していいものじゃない。ちなみにアタッカーですが、DLC 特典かなんかのボーナスで入手してました。ぶっちゃけいつあったのかちゃんと覚えてない。スキルプログラムのところに知らないうちにアタッカー ×1 ってなってた。そんな超強いアタッカーですが、難点は作るのにかかる PP が2500とさすがに高いこと。底力とかが1レベル上げるのに100ポイントなので、単純25倍です。PP なんてどうせ勝手に溜まるといえばそうなんですが、
この辺のシナリオはとにかく連続で味方キャラを入手していくので、下手に PP を大量消費できないっていう問題もあります。底力の養成もできてない状態で戦場に放り出すと余裕で通販撃破されますからね。PP の所持量にはきちんと気を使いたい。ちなみにポイントが高く、ゲームの使用的に強い特殊技能としては、他には SP 回復なんかが挙げられますね。毎ターン必中とかできるようになるしね。ということでこれでゴーレム全撃破。残り敵は2体なので、ケルヒルトとイノーバだけです。人が乗っているところには当てないようにしないと。キャリバーさん、出番です。行ってくる。アクセスコードグリッドマンキャリバー。俺を使えグリッドマン。グリッドキャリバーエンド。簡単な仕事じゃなさそうだね。開始は痛いよ。遅いんだよ。道具を見ている。ということでケルヒルトと戦っていきます。まずこのケルヒルトですが、底力を持ってないです。本当にありがとうございます感謝。おかげで極端に硬くなることがないし、クリティカル率がいかれることもない。さらに気力を盛りまくるスキルが多いのに、見切りもガードもないです。なのでなんか知らんけどだいぶ楽です。小さい分当てるのにきっと苦労しそうだな。激化線を直接ぶち込んでやる。私に食らいついてきたか。開始は痛いよ。そこかい。一人の分苦労も3倍だぜ。なおケルヒルトにはガードなどがないと言いましたが、エースボーナスが最終命中率プラス 20%、非ダメージ 0.8 倍なので、ぶっちゃけ常時ガードレベル3発動みたいなもんです。特殊技能はあんまり強くなかったけど、エースボーナスで補ってました。あとはまあ上記のティラントーが相変わらずシルエットナイトの効果で射撃武装 0.7 倍してくるので、しっかりと格闘属性の武装で殴りましょう。正直このステージやる前にグリッドマンとゲッターを入手してきたのは、このボス2体がさすがに元の戦力じゃきつかったから。早いところ HP 管理ができるフーちゃんは欲しかったんですが、さすがにね。ということで格闘属性の武装で殴っていきます。格闘属性であとある程度強い武装がついてるのは、レッド5の HEP キャノン、ヒュッケバイン30のリープスラッシャー、そしてレイアースなどの核マシンの全武装です。あれさりげなく全部格闘武装なんですよね。正直ウィンダムは元の武器的に射撃でいいんじゃねって思わなくはないけども。マジックナイフ、芸家の命により抹殺する。これで終わらせてやる。不安な気持ちは気合で吹き飛ばす。あちゃー、これじゃ全然ダメだ。水中にいるからか、あんまりダメージが大きくなかったな。どうやらこのステージのイノーバは光る狙いらしいので、位置調整させやすそうです。さてイノーバももう来てしまっているので、
さっさとケルヒルトを仕留めに行こうと思います。とりあえず誰で落とすかって話なんですが、ここはやはり経験値をなるべく無駄にしたくない。ということで落としに行くのはマニュアル EXP を装備したブライトのラーカイラム。射撃武装なのでゴリゴリにダメージ軽減を食らいますが、まあギリギリまで減らせば問題ないでしょう。そしてなんか射程を見間違えた駿河くんがいましたが、まあ気にしないでおきましょう。なんか勝手に敵は射程外だろとか思ってましたが、バリバリ射程内でした。これがゴーレムとばっかり戦っていた末路である。ということで HP は残り784。こんだけ削ってればまあ落とせるでしょう。今ターンにはサポーターのポイントが20になるので、メイビー主任の必中を使っていきます。あとはしっかりリアンの応援も。ということでケルヒルトを落としにかかります。狙いがつけづらい相手は十分に引きつけろ。手法発射。とんだ失態だよ。ケルヒルトを撃墜。入手した経験値は8302。マジでやってる入手量。まあこれでも上がるレベルは2なんですけどね。普通のスパロボの必要経験値だったら一気に16レベル上がってます。ブライトさんは今レベル9なので、必中まであと1。もうちょっと。ということで残りはイノーバです。イノーバについては触れたいところがいくつかありますが、まずはやはりこの特殊技能、プレッシャーです。プレッシャーって言われるとどうしてもニュータイプ的なあれが脳裏に浮かぶ。汚なプレッシャー。この技能の効果は、2マス以内にいる自分より技量の低い相手に対して、余ダメ 1.05 倍、非ダメージ 0.95 倍の効果です。レベルが上がると効果値がガンガン上がります。はい、じゃあこれのやばいこと。スーパーエキスパートプラスで敵はこちらより約20レベ高いので、雑魚パイロットでも基本こっちより全員技量が高いです。つまりこのプレッシャーにおける、技量が低い相手というのが強制でかかるようなもんです。2マス以内に入ると強制でプレッシャーの対象になります。マジでこれがエグい。イノーバはプレッシャーのレベルがそんなに高くないので数値自体が低めですが、レベル4のやつとかだとこれだけでアタッカーとガードが発動するようなもんです。どちらもエグい効果なので、持ってる敵と戦う際は射程に特に気をつけたい。ということでイノーバの周りを囲んで準備完了。ちなみにイノーバのカスタムボーナスで、攻撃全部に運動性ダウンがつきますが、この縛りだと運動性はほぼ死にステータスなのでマジでどうでもいいです。走行ダウンとかだったら終わる。ということで攻撃開始します。まずは底力がかかる前に、鋼の魂により魂を使用したゲッタービームから、魔法による戒めの風でステータスダウン、分析の使用も忘れずに行っておきます。今は俺一人でゲッターチームだ。ゲッター戦を直接ぶち込んでやる。よ。ジュッケバインとの火力差を感じる。図に乗るなよ。まだそこにいるか。雷よ、我のもとに。面白くなってきたじゃねえか。みんなが作ってくれたチャンスを生かす。あいー
は心配も杞憂に終わりそうだな。はい、なんか一撃で半分持っていきました。しかも脱力かけ忘れてたっていうね。これが魂プラススーパーロボットの火力。さすがに強い。チュッケバインサーティのリープスラッシャーで魂かけたのに安すぎ。って言ってたようなことはもう起こらない。アタッカーなどなどの火力補正も相まってさすがゲッターって感じはある。ということでこのまま順調。いずるー。直感を使って殴ろうと思ったんですよ。スティックが下に入らなかったんですよ。そして SP が足りず、直感はもう使えない。そして須田とまあ攻撃は当たらないプラス避けれないなので、泣く泣くステイ。いずるの分は駿河と三つ葉でちゃんと削りましょう。今を好機と見ます。四方発射最終段階へ。防御シャッター下ろせ。主砲車線上に味方機を認めず AG ブレーキ作動。発射5秒前。3、2、1。撃て。これ以上お前たちを進ませるわけには。まだそこにいるか。雷よ我のもとに。驚くほどのことではありませんね。これで残り HP は1515。ゲッターが一気に削ってくれたおかげで、だいぶ早く削れました。この状態ならもう落とせるでしょうが、確認したところリアンの現在 SP が32。1ターンにも回復するので、2ターン放置で応援が使えるようになります。ということでここは経験値優先。放置します。はい、これで応援をしよう。応援が使える人がもう少し欲しいところです。最後はマジックナイトにとどめを刺してもらいます。イノーバ私はお前なんかに負けないぞ。やるよレイアス。これで終わりだ。ここまでとは情けない。イノーバを撃墜。しかしレイアース、カットインが多くて本当にかっこいい。個人的にだいぶ好きです。カルディナ、アスコット、ラファーガはいわゆる敵幹部的なそういう感じの人たち。アルシオーネとイノーバ以外は色々あった末改心したりして、ザガートから離れてます。老装当社と書いてあらゆると読みます。振り仮名をくれ。セフィーロとフレメビーラとジャローデクは特殊な読み方が圧倒的に多い。そしてもちろんなんですが、生身戦闘が強いです。こうしてまた1作品、スパロボに生身戦闘が強い奴らが生まれたのでした。
ここだけものすごいファンタジー RPG やってる気分。なおドラクエ、FF もやってましたが一番やってたのは大怪獣物語とスターオーシャンです。いつでも消せるしいつでも出せる。モビルファイターよりいつでもどこでも行けます。あまりに護衛としては優秀。この舞台逆に14歳ぐらいの人しかいない気がしてきた。本気で龍馬と主楽隊ぐらい。ちなみにレイアースたち、喋ります。動物形態とかもあったりしますからねこいつら。そんなわけでジャローデク、フレネビーラなどはセフィーロと同じ世界にあるらしいです。セフィーロは本来レイアースでの異世界での名前ですが、このゲームだとそういう文化を持った国の名前がセフィーロぐらいに思っておくのがいい。要するに成長したらくぐれる。役目が来たらいけるぽい。軍主催のスクール言い訳万能説。そもそもなんで軍主催のスクールに参加しているのかには触れないのがまた。そして急に出てくるモコナ。何者かと言われると答えに迷います。そういうことにしておいてくれ。クランプ作品は履修がまだまだ甘いです。よろしくお願いします。こういう感じの敵ボスが美形なのを見ると、あ、レイアースってちゃんと少女漫画だって思えるよね。少年向けだとこうはならないでしょうね。ということでクリアです。レイアース最近バンダイチャンネルで見始めました。49話サクッと見てきます。そんなわけで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると泣いて喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。スーパーロボット対戦っていろいろなキャラクターが出てくるね。誰が出てくるかをプレイヤーの皆さんも楽しみにしてらっしゃるでしょ。さまざまなキャラクターがさまざまなメッセージをくれるこのコーナーもスパロボの醍醐味ね。今日のメッセージは誰が出てくるかな。せーの、今日は誰だ。今日は